ご視聴ありがとうございます。今回は近鉄伊勢志摩ライナー乗り通し後編です。途中で名称が変わる路線の意外な歴史と工夫が詰まったダイヤ編成、そして前編でご紹介できなかった車内にも注目です。前編をまだ見ていない方は概要欄から見てくださいね。前編でご紹介した大阪難波行きの阪意乙特急と接続した後、左側右側の順にドアが閉まり、10時10分伊勢中川を発車です。大阪線と名古屋線が合流して山田線に入るこの駅ナンバリングのアルファベットは3つあり、数字は大阪線からの連番です。ここから先の架線は電線が3本あるタイプで、大阪線と同じものです。名古屋線では四日市駅の前後などでしか見られないだけに、大阪線との結びつきの強さがうかがえます。次の駅を通過した後、 JR 紀勢本線の線路をまたぎます。近鉄は複線電化で10時台の下り11本のうち5本が特急なのに対し、向こうは単線非電化で本数も2本だけ。その差は歴然です。一旦離れた両線は次の停車駅松阪の手前から並走します。こちらのホームは2面3線で伊勢中川よりは小さいですが、日中3本ある名古屋線系統の急行のうち2本が折り返しています。ここから先、日中は毎時6本で特急3本急行1本普通2本に減ります。ホームには伊勢中川と同じく赤福の広告が登場。伊勢志摩ライナーの伊勢はこの次です。松阪を出ると JR の線路がまた離れていきます。次の伊勢志摩で直線的に結ぶ近鉄に対し、 JR は南回りで途中の滝駅で三宮線が分岐します。松阪から5駅目の明星駅には検車区が併設されています。前編から留置線や車庫をいくつも見てきましたが、まとまった設備があるのはここが最後。本数も減り、路線が終端に向かっていくのが分かります。そして次の停車駅伊勢市駅の一つ前にある宮町駅を通過です。1930年3月に路線が松阪から延伸され、同年9月に伊勢市まで伸びるまではここが終点で側線があった時期もありました。 JR 三宮線と並走し、車内アナウンスのメロディーが流れると伊勢市駅に到着です。 JR 側は側線が何本もあるのに対し、近鉄側は2面2線の相対式で側線や渡り線はありません。そして JR 側にはかつて伊勢車両区がありました。1897年の駅開業時からあった拠点で、機関区だった頃は蒸気機関車も配置されていましたが、1930年代に近鉄が順次延伸されてからは設備が縮小され、2006年には拠点が廃止されました。伊勢市駅を出て間もなく車内アナウンスのメロディーが流れます。三宮線を高架で乗り越えた先にある荘厳な駅舎が次の宇治山田駅の駅舎です。伊勢市駅がシンプルな構造なのは、開業翌年31年3月に開業した宇治山田がターミナルになったからです。斜めのカットなので分かりづらいですが、この外装は幅120メートル余りにわたって続いています。スルー構造の2線に加え、この横に折り返し線が2本あり、3面4線の設備。この駅折り返しの列車もあります。山田線が作られたのは沿線の伊勢神宮への輸送のためです。停車時間が4分あるので構内を見てみます。私がいるのが3番線で、隣の2番線と奥の1番線が行き止まりのため、下り方から回り込んでアプローチできます。1番線側は寂れた感じですが、今でも共用されています。そしてその右、フェンスで仕切られた空間、ホームの一部を仕切っているように見えますが、その奥のスロープにご注目。実はここ、地上からバスが直接乗り付けられるのです。これはかつてこの駅が終点だった頃、この先の鳥羽や賢島方面との乗り継ぎを便利にするためで、端にはバス用の転車台もありました。69年に路線が延伸されてからも使われていたものの、94年を最後に使われなくなりました。そしてこの駅で4分停車する理由が、隣の2番線にやってきた10時36分着当駅止まりの阪意乙特急です。私が乗っている列車の4分後に伊勢中川を発車し、ここで接続を取るのです。
続行運転は無駄にも思えますが、伊勢中川から先の運転間隔を均等にすることよりも需要の多い区間の本数を確保することと、ここから先への接続を便利にすることを重視したダイヤ設定の巧みさが現れています。またあちらは4両編成、車両は汎用特急車両と呼ばれるもので、伊勢志摩ライナーの2万3000系とは違い、両数を柔軟に変えられます。これもまた近鉄特急の特色です。10時37分宇治山田を発車です。鳥羽線に入った列車は山岳区間へ突撃、急勾配をガンガン走ります。わずか2分で次の五十鈴川内宮前に到着。特急が3駅連続停車するのはここだけです。直前には下り 35% ミルの急勾配があるこの駅、内宮前という副駅名が示す通り、伊勢神宮の内宮の最寄り駅です。伊勢市宇治山田両駅から近い下宮に対し、内宮は五十鈴川駅からも2キロ余り離れています。五十鈴川駅の開業が69年12月と宇治山田駅の開業から38年も開いているのは、内宮近くまで線路を伸ばすのが恐れ多かったからだと言われています。なお当初は内宮前を駅名にすることも検討されましたが、伊勢市や宇治山田を素通りされることを懸念した伊勢市の反対に遭い、伊勢神宮側も内宮前と言えるほど近くなく、参拝客に迷惑がかかるとして反対し、今の表記になっています。開業から4ヶ月程度で鳥羽線は鳥羽駅まで延伸され、ここはただの中間駅となりましたが、当駅折り返し列車は今でも残っています。山間部をひたすら走ります。動画には映っていませんが、前後編で走行する区間で山岳トンネルがあるのは五十鈴川駅の手前が最初です。鳥羽線の営業キロは 13.2 キロで、この列車が走る4路線で最短です。勾配はきついですが曲線が緩いため、最高時速130キロで運転する特急もあります。宇治山田から鳥羽まで止まらない特急の場合、所要時間は9分で標定速度は時速88キロ。ちなみに鳥羽線には踏切が1箇所もありません。そして日中は急行が五十鈴川までで折り返すことで、ここから先は特急と普通のみになり、時間帯によっては特急の方が多くなります。普通はほぼ全てが2両編成のワンマン列車なのに対し、特急は4両以上。普通列車のワンマン運転は実は前編でご紹介した名古屋線の白塚駅から先が対象で、輸送が特急中心になっているのが分かります。そして三宮線の線路を乗り越えたところで視界に海が広がります。伊勢志摩ライナーで本格的に海が見える最初の場所です。右手に三宮線の線路を眺めながら鳥羽駅に到着です。現在は紀勢本線となっている亀山滝間もかつては三宮線であり、国鉄が伊勢神宮への輸送を独占していた頃は東京からの直通列車もありました。ホームが長いのはそのためですが、近鉄にシェアを譲ってからはローカル支線に転落し、今では毎時 2,3 本程度になっています。名古屋とを結ぶ速達列車快速三重もありますが、近鉄の方が優位です。そして JR はここが終点なのに対し、近鉄は志摩線に続くため、この先の鉄道輸送は近鉄の独占です。特急が2本続けて発車するダイヤ。近鉄は2面4線で、なぜか下り本線が4番線となっている番号付けに違和感を覚えつつ、停車時間3分、10時51分に鳥羽駅を発車です。しばらくは海沿いを走ります。カーブが多く速度もあまり出せません。海岸沿いに走っているためかと思いきや、ここには別の理由があります。それが進行方向右側にあるこのトンネル。その断面からも分かる通り、以前は鉄道トンネルだったものです。速度が出せず車体が揺れる志摩線の歴史は他の路線とは大きく異なるものです。この先の賢島までを結ぶ志摩線は1929年に開業した路線で、1930年から31年にかけて開業した山田線よりも歴史が古いのです。当時の終点は賢島の先の新宿港駅。元は志摩電気鉄道という会社が養殖真珠の輸送のために建設したもので、国鉄との直通のため期間は1067ミリでした。また鳥羽駅もかつては国鉄の駅の東側、現在の下り方にあり、渡り線でつながっていました。
65年に近鉄に買収された時は他の路線と接続していない飛び地路線でしたが、70年の鳥羽線の延伸に合わせて基幹を 1435 ミリに回帰、同時に鳥羽駅は今の位置に移転しました。番線はもともと国鉄との連番で3から6となっていたものの、国鉄の駅と反対側を3としたため奇妙な番号付けになったのです。海が見えるのは先ほど映っていたようなわずかな区間で、路線自体はほとんどが山間部を走ります。もともとローカル私鉄が建設したこともあって急カーブや勾配が多く、高速走行とはほぼ無縁。鳥羽線とつながった後、近鉄は志摩線に観光路線としての価値を見出し、80年代後半から94年にかけ線路の付け替えなどで線形改良し、合わせて複線化を進めましたが、海岸沿いを中心に単線区間が残り、ダイヤ編成上のネックとなっています。この駅は特急は止まりませんが、行き違いのために停車しています。せっかくの特急だけに途中で足止めされるのはもったいないですね。鳥羽駅を境にした比較がこちら。停車時間も含んでいるものの、志摩線の線形の悪さがよくわかります。なお鳥羽駅から先、志摩線内は普通と特急のみ。普通列車も鳥羽駅で折り返すものがあり、志摩線内では1時間に1本か2本で特急の方が多い時間帯もあります。志摩線をはじめとした関山線区の維持は大変ですが、近鉄各線の特急列車による収益をこれらの線区を支える原資にしています。線形改良に伴って対比線が増設された白木駅と隣の五智駅との間ではトンネルを掘って経路を変え、下り特急では最高時速130キロ運転ができるようになりましたが、それ以外ではゆるゆるとした走りで道路を走る車に抜かれることもあります。そして乗車率が高かったので伸び伸びになっていた車両のご紹介です。先頭車両は仕切りが巨大ガラスで腰掛けもあるので全面展望がはかどります。こちらが一般車、フットレストとコンセントが付き、サービス水準の高い座席です。伊勢志摩ライナーとはいうものの、伊勢と志摩は離れており、伊勢市や宇治山田、鳥羽などで大半の乗客が降りてしまいます。そして3号車にあるのが車内販売コーナーの跡地。車内販売は20年7月に終了し、跡地はそのままです。2003年に車内販売が一旦廃止された時に設置された自販機は今も残されています。また車椅子用トイレもあり、トイレは全てウォシュレット付きです。そして隣の2号車が前編の最初で触れたサロンカー。天井に荷物入れがないため座席の間に収納があります。巨大な曲面ガラスによる景色を眺めながら楽しく利用できます。開設途中で志摩磯部駅に到着です。近鉄が開発したリゾート施設志摩スペイン村の最寄り駅とされましたが、2007年にバスの接続駅が次の停車駅である宇方駅に移り、その役割を終えています。そして最後尾の1号車がデラックスカー。横3列のゆったりした座席が特徴で、名古屋賢島間の料金は420円の追加料金がかかります。元の特急料金も1640円なので案外お得かもしれません。宇方駅に到着です。名古屋からの運賃と特急料金は賢島までと同じです。一面2線の単純な構造ですが、2016年の伊勢志摩サミットの時は当駅から賢島までが運休となったことで臨時の終着駅となり、賢島までは回送となっていました。志摩線の中では駅周辺が発展しており、ここを最寄りとする観光地もあるため降車客もおり、観光特急の島風も止まります。長い旅路もいよいよ終盤です。相変わらず速度の出せない線形の中、しれっと川を渡ります。ではなく、これは海。10メートル程度しか離れていませんが、ここで本州から賢島に渡るのです。賢島の面積はおよそ 0.7 平方キロメートル。このエリアにある島で最大の面積を有しています。そして間もなく終点の賢島駅に到着です。それまでからは想像もできない4面5線の巨大な駅。向かって右に普通列車用の小さなホームがある以外、4線は特急列車が使っています。今はこの列車だけですが、時間帯によっては特急列車がずらりと並びます。名古屋から2時間11分、終点の賢島に到着です。4面5線のうち 2,3 番線だけは両側にホームがあり、降車用ホームから前方に向かいます。自動改札機は2台で、
ホームの規模の割にこじんまりした感じです。乗客の降車が済み、テープで仕切られた降車用ホームを後にし、駅の外に出ます。賢島駅は傾斜地にあるため、南口へは階段を降ります。そしてその階段から見える微妙に開いた土地、この土地がかつてこの駅の先、新宿港駅まで伸びていた線路の名残です。新宿港駅は賢島駅から 0.3 キロしか離れておらず、当初から貨物駅でした。線路の跡地は道路や駐車場として残っているものの、駅の痕跡はないようです。すぐ横に港があるこの駅は、その名の通り真珠養殖の基地として国鉄直通の貨物輸送を支えましたが、60年代半ばから真珠価格の下落や水質汚染などにより、真珠産業は斜陽の時代を迎えます。島電気鉄道を引き継いだ三重交通も貨物輸送の不振で業績が悪化し、近鉄に路線を譲渡することになりました。標準機への回帰によって国鉄直通ができなくなり、この一区間は存在意義を失うため、69年7月島線の回帰工事に先立って廃止されています。また南口の左横にあるのはかつての島電気鉄道の駅舎。かつてはこの建物と並んだ場所に普通列車用のホームがありました。93年にそのホームが今の位置に移され、線路があった土地は現在の特急ホームに転用され、特急ホームは1面2線から2面3線に増強されています。一部の線路だけに両側にホームがあるのは後から設備を追加したのも要因です。名古屋から2時間余りの長い旅路ですが、変わる車窓とその裏にある歴史を味わうのも面白そうです。ご視聴ありがとうございました。